パルさんはじめまして。攻略情報だけでなくご本人が本当に楽しんでそうなトークなど含めて楽しませていただいております。恐縮です。単純な質問を一つというよりふんわり希望ベースで恐縮なのですが、復帰勢へのアドバイスなどあれば教えていただきたいです。攻略動画を漁りたくてたまらないけれども参考にできる動画は多くなくしょんぼりしています。中略失礼します。ラティオスイベ頃からの復帰勢です。長くなりましたが、とりあえず復帰勢向けにアドバイスが欲しいこと、主に食材、追加食材をカバーするポケモン不在で中間料理が作れず困っていること、この2点が相談したい内容です。食材については常に環境が変化していくものと思いますが、復帰勢が今からでも確保した方がいい食材要因など、もし具体的にいれば知りたいです。攻略動画は一通り漁ったので、食材得意の獲得量比較などの知識はありますとのことで、ジャスパルと申します。無課金初期勢が質問に答えてみるやつ。今回は復帰勢へのアドバイスってことでちょっと考えてみました。だいぶ初心者向けアドバイスに近いものになった気がするので、合っているだろうかちょっとぜひコメント欄にキネキたちのお力もお借りできたらと思います。ってことで、復帰勢さんお帰りなさいまず最初にですね、お試しバンドルという素敵な商品が出ましたので、よろしければそちらお買い求めください。という冗談ではない冗談はさておき、考えていきますか。まず先に食材に関して、中間料理が作れなくて困っているとのことだったんですが、これは非常に極端な私の感覚 100% で言うと、中間料理ってそのうち作らなくなるので、特に序盤の料理は一切無視していいと思ってます。毎食ごちゃ混ぜでもいいくらいっていうのが私の持論なんですけど、お分かりの通りものすごく極端な意見なので、中間料理の強さに関してはコメント欄の中間料理もよく作ってるニキネキたちにお任せしたいと思います。私は最近だとたまに若草サラダとかお茶会コーンスコーンとか煉獄カレーとか作るくらいで、それよりサイズの小さい料理を作るのはかなり稀になってますね。絶対眠りバターカレーとかプリンのプリンガラモードとか初期環境最強の料理たちはマジでめったに作らなくなりましたね。たまーに作りますとはいえ実際は中間料理を無視するわけにもいかないと思うので、コーン、コーヒー、アボカドあたりの新たに追加された食材のレシピたちがおすすめですね。他のレシピに比べてボーナスが優遇されているので、そのポケモンたちは優先的に探すのがいいと思います。将来的に強力なレシピで活かせるのもポイント高いです。中間料理でいうと、コーン、コーヒー、アボカドに加えてミルク、オイル、大豆あたりを一緒に使うことが多いので、ミルクはゼニガメニャオハ、大豆は石つぶて食わすヨーギラス、ジジーロン。ジジーロンはゲットされた後のことで、大豆でもアボカドでも将来的にめちゃくちゃ強いです。サブスキルが優秀ならぜひ育てましょう。で、オイルむずくないコリンクはゴールドまで出てこない。は厳選難易度がバグってるし、メタモンもクチートもバグってるグレッグルしかいない？もしかして。オイルはなんでこんな難易度なんですかね。まあその辺を探しておくといいかもしれません。あとはもうコツコツいろんな食材のポケモンを探していきましょう。3年遊んでても私はまだまだ食材に穴があるので、沼すぎますね、食材厳選。ってことで、食材に関するアドバイスは一旦こんな感じでしょうか。コメント欄の皆さんも気がついたことあればぜひ何でも教えてください。で、ここからは復帰勢に伝えたいアドバイス考えていきますか。で、どんなこと言おうか考えてみたんですが、私が考えるとどうしても無課金視点になっちゃったので、課金できる場合はまた他の方の考え方も取り入れられるとベストなんじゃないかと思います。で、その上で復帰勢におすすめしたいのは、木の実か料理か軸を決めよう。伝説のポケモンがいるなら軸にしよう。こんな感じですかね。まず木の実か料理か軸を決めようってことで、最終的には両方合わせたいんですが、多分最初は軸を決めた方がいいと思います。木の実中心だと特定のフィールドでエナジーががっつり稼げる代わりに汎用性みたいなところはちょっと落ちそうですね。で、料理中心だとその逆で、どのフィールドでもそこそこのエナジーを稼げる代わりに特定の得意フィールドみたいなものは作りづらい。これどっちにも良さがあるので好きな方を選んでもらうといいかと思います。
もちろんこれを両取りできれば一番いいんですが、なかなか両取りできない事情があります。夢のかけらです。リリース初期の頃はかけらに困ることってほとんどなかったと記憶してるんですが、レベル50以降とかで飴を使う時のかけらの量が凄まじいことになっていまして、高レベルのポケモンを育成する場合、かけらをめっちゃ使うんですよね。飴だけで1匹レベル70にするためには累計170万かけらくらい使うみたいです。あと飴3000個くらい。またリサーチランク65じゃないとレベル70までは上げられないですかね。ってことで、木の実のポケモンってレベルが上がると木の実のエナジーが上がるので、極力レベルを上げたいと。ただかけらを使うと。で、料理はどうかっていうと、食材のポケモンってレベル30でも結構強いじゃないですか。いつかレベル60にしたいけど、まあ30でもやっていけるならかけらが余るから、その分で木の実のポケモンを育成できない鍋の拡張、鍋の基礎値を大きくするのに目玉飛び出るぐらいのかけらを使います。計算してきたんですけど、こんな使うんだっけラピスの頃からおよそ2年で11倍になってます。マジで次の鍋どうなるんですかねまあそんな感じで両方取るのがちょっと難しいんですよね。ただゴンベのお昼寝島という育て屋さんが追加されたので、課金できるなら育成に関してはかなりかけらを無視できそうですね。ぜひ課金してくれ結構高いんですけどね。ってことで、特に無課金の場合、木の実のポケモンの育成と鍋の拡張がなかなか両立しづらいので、自分がどっちを軸にしたいか決めておくのも良さそうですね。ここは完全に好みだと思います。で、木の実中心で行くなら、木の実のポケモンをがっつり厳選して、がっつり育成して、特定のフィールドで活躍してもらうことになると思うんですが、3.6.0 アップデートで各フィールドの出現ポケモンが大幅に調整されたので、基本的にはそのポケモンが活躍するフィールドに行かないと出てこなくなりました。なので、シアンに出てくるキモリとか、ウノハナに出てくるポッチャマとか、活躍フィールド以外で出現するポケモンをそのフィールドでゲットして育成しておくみたいなのは重要になるんじゃないかなとふんわり思ってます。で、料理中心でいく場合、こっちはこっちで各フィールドでしっかり食材のポケモンをゲットしておかないと、現地で調達するのが難しい食材とかが出てくるので、難しいゲームそして例えばデデンネの料理チャンスとか、ジバコイルの料理パワーアップとか、イワパレスの食材セレクトとか、料理関連のスキルも重要になってきます。特に料理チャンスと料理パワーアップは料理中心でいくならなくてはならないスキルなので、料理中心めんどくさいかもめんどくさいかもしれません。考えることを木の実中心より圧倒的に多いかも。ただ木の実よりも料理やスキルが強化されるイベントって圧倒的に多いので、そういう時に恩恵を受けやすいっていうメリットがありますね。いろんなポケモンを育成したい場合は料理中心もご検討ください。厳選育成に関してはそんな感じでしょうかね。わかりやすいのは木の実中心かもしれませんね。まず木の実を固めてから、そのフィールドでゲットしておくと良さそうな食材のポケモンを探して確保できたら次のフィールドへ。で、課金できるなら次のフィールドで活躍できそうな木の実のポケモンとか伝説のポケモンとかを育て屋さんで育てておくといいサイクルな気がします。ってことで、木の実か料理か軸を決めようって言ったんですが、おすすめなのは木の実軸かもしれませんただ私自身が料理中心で遊んできちゃったので、木の実中心のデメリットというかしんどいところが分かる方はぜひコメントで教えてもらえると助かります。私も知っときたいですね。お待ちしてます。あとは伝説のポケモンがいるなら軸にしようってことで、それこそラティオスとかちょうどイベントでゲットされたとのことだったんですが、伝説のポケモンちゃんとパワーが高いので育成できると強いです当たり前のこと言いましたね。それこそラティオスはドラゴンの木の実を集めるのがメインの役割なので、一番得意なのはアンバー渓谷なんですが、ぶっちゃけ他のフィールドで編成してもそこそこ活躍できちゃうくらい本体のパワーが高いです。
で、ラティアスはもともとサポート向きでドラゴン島以外も活躍できるので、ラティ兄弟とかを全フィールドで編成して育成するポケモンを絞るとかは無課金視点だと有効な手段に思えますね。次に伝説イベントがあるときは、どんなポケモンであれちょっと気合を入れてゲットしてみてはいかがでしょうか。とか、そんな感じですかね。あとは何かあるかな、復帰勢向けのアドバイス。今回のアドバイス、ほとんど初心者向けに近しい気がするので、環境的な変化で言うと、料理チャンスっていうぶっ壊れスキルの登場で料理が強くなったこととか、話にも出てきた夢のかけらのインフレがすんごいこととか、メインスキルの種がノーマルスリープポイント交換所でも月1で交換できるようになったとか、進化後のポケモンをゲットしても所持数が減らなくなったとか、一緒に寝た時間に応じて所持数が増えるお休みリボンが追加されたとか、スキルのポケモンだけスキルを2回までストックしておけるようになったとか、あとそこそこ大きい変更ありますね。元気が少ない時のお手スピーダウンの影響が小さくなったので、ヒーラーの重要度がちょっとだけ減りました。あと性格の元気ダウンとお手スピダウンのダウン量もちょっと緩和されましたとか、そんな感じでしょうか。あと思いつくものあればぜひ皆さんからもコメント欄で教えてもらえると助かります。ってな感じで、復帰勢向けのアドバイスになっていたのか甚だ疑問ではあるんですが、環境的にはそんな感じかなと思います。またわからないことあったらぜひコメントでも何でもご質問ください。返信が遅いのだけご容赦ください。そんな復帰勢に向けたアドバイスでした。こんな感じで何かしら質問ございましたらたまに動画で返信しておりますので、概要欄コメント欄のマシュマロからご質問をお送りいただけますと幸いです。お急ぎの場合、モンドのスーパーレターをご利用ください。お待ちしてます。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりましてめちゃくちゃ大きな支援となります。いつもたくさんの応援本当にありがとうございます。ってことで、復帰勢へのアドバイスやってみて、料理塾が思ってるよりめんどくさそうだなと思ったので、マジでちょっと皆さんの意見も聞きたいですね。初心者とか復帰勢におすすめするなら木の実か料理かはたまたスキルか、いろんな意見お待ちしてます。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。